皆さんこんにちは。今回はふりかけという今話題のパーティクルプラグインを紹介していきたいと思います。パーティクルプラグインとは粒子を生成して画面内に飛ばすことができるエフェクトです。豊富なパラメーターを調整し、他のエフェクトと組み合わせることで炎や水、煙などの流体をリアルに再現できます。この粒子一つ一つが細胞のように集まって様々な形を作り出し、多彩な表現を可能にします。例えばゲームなどの魔法のエフェクトやオーラといった表現は全てこの粒子から生み出すことができます。さらにパーティクルとして飛ばせるのは粒子だけでなく、テキスト、図形、画像に置き換えることも可能です。このようにパーティクルプラグインは CG 制作において極めて重要な役割を果たします。パーティクルプラグインといえばレッドジャイアントのパーティキュラーが長い間独占的なポジションにありました。そこへ突如現れた機体の新星が今回紹介するふりかけです。かなりパーティキュラーを意識した設計が見られ、操作感も非常に近い印象です。まずパーティキュラーを使用している人なら違和感なく使用できると思います。なので今回はパーティキュラーに触れないのは不自然なので、両者の比較をしながらふりかけのパラメーターを一つ一つ解説していきたいと思います。まず長年パーティキュラーを使ってきた私が両者を比較して評価してみました。処理速度、機能、操作性、価格、普及度、こちらの5つの項目のレーダーチャートにしてみました。ぜひ参考にしてみてください。まず特筆すべきは処理速度です。同時にエフェクトを適用してみましょう。ふりかけはすぐに表示されました。パーティキュラーは表示に時間がかかっています。両者でこれだけ適用されるまでの時間に差があります。処理速度に注目してください。パーティクルの数を10万に増やします。反映されるまでの時間に注目してください。パーティキュラーが遅れて反映されました。速度を2000に変更して再生してみます。ふりかけを使ってみて最も驚いたポイントが処理速度でした。とにかく軽くてサクサク動くため作業がとても快適です。この処理速度の差がユーザーに与える影響は非常に大きいと感じています。この項目にふりかけを使う意味が集約されています。次は機能についてです。パラメーターを見比べてみるとフルイドなどのシミュレーション系機能はふりかけにはありません。つまりふりかけの方ができることが多いわけではない点には注意が必要です。例えばふりかけのパーティクルの粒子の種類はサークルのみです。それ以外の粒子は自分で準備する必要があります。一方パーティキュラーはプリセットを含めるとかなり豊富な粒子の種類があらかじめ用意されています。他にもパーティキュラーはパーティクルシステムを同時に最大16個扱えますが、ふりかけは親と子の2種類のみです。使ってみた印象はふりかけの機能性は旧世代のパーティキュラーに近い印象があります。マニアックな機能についてはふりかけに足りない部分はありますが、個人的には必要な機能は十分揃っているのでこのような評価にしました。次は操作性です。操作性もパーティキュラーに軍配が上がります。単純にパラメーターを操作する場合の操作性はほぼ同じです。ただパーティキュラーにはデザイナーという専用の UI が用意されており、これが非常に便利です。この UI はふりかけにはありません。ですがデザイナーが必須かというと私の場合そこまで依存していないためこの評価にしています。次は価格の比較です。価格面は両者のライセンス体系が異なるため単純な比較は難しいです。パーティキュラーはレッドジャイアントコンプリートというサブスクに契約する必要があります。単体の販売はないですし永続ライセンスではないので毎年約11万円の費用がかかります。それに比べるとふりかけは分かりやすく単体販売の永続ライセンスです。つまり約3万7000円で基本的にはずっと使えます。パーティクルエフェクトの単体のコストパフォーマンスだけで見るなら間違いなくふりかけの圧勝です。最後に普及度についてです。普及度は機能比較とは異なりますが制作現場では非常に重要な要素です。レッドジャイアントが業界で築いてきた地位と実績は圧倒的で、これはすぐに覆るものではありません。たとえ個人としてふりかけを選んだとしても仕事でパーティキュラーを指定されるケースは珍しくないでしょう。レッドジャイアントコンプリートには関連プラグインが多数含まれているため乗り換えは簡単ではありません。このチャートから私が感じた結論は星の数だけでは判断できないということです。機能や操作性に関しては正直そこまで大きな差はありません。どちらもできること自体は大きく変わらない印象です。
しかし処理速度が圧倒的に快適という点から個人的にはふりかけを強くおすすめしたいと思います。ふりかけをどういう人におすすめするかですが、仕事でパーティキュラーを使う必要がない人、値段が高くてレッドジャイアントのサブスクに加入できない人、これらに当てはまる方は迷わずふりかけを選んで良いと思います。またパラメーター構造が非常によく似ているため、どちらかが使えればほぼ違和感なく相互に移行できます。なので趣味でふりかけを使用していれば仕事でパーティキュラーを使う予行練習になります。私はレッドジャイアントをこれからも契約し使い続けると思いますが、現段階で許される場合はパーティキュラーではなくふりかけを使用すると思います。今後の両方のプラグインに注目していきたいと思います。それではふりかけのパラメーターの解説に入っていきたいと思います。まずパーティクルプラグインで特に重要となる基本パラメーターを整理しておきましょう。最初にエミッターの設定で発生源の形状と1秒あたりのパーティクル数を指定します。さらに粒子の放出方向の設定をします。続いてパーティクルの設定で粒の形状を指定します。その粒のサイズ、不透明度、色を指定します。次に放出された粒子の速度を指定し寿命を設定します。そしてその寿命に合わせてサイズの変化、不透明度の変化をグラフカーブで設定します。このグラフはそれぞれ時間が経つにつれてサイズが小さくなる設定と徐々に透明になっていく設定です。あとは放出後パーティクルに作用する空気抵抗、重力、風を設定します。これがパーティクルプラグインの基本操作です。この基本的なパラメーター構成はふりかけもパーティキュラーも変わりません。このように比較しても多少パラメーター面が違うだけで役割は全く同じです。それでは実際にふりかけを触っていきましょう。ふりかけは平面レイヤーを作成してそこに適用します。メニューのエフェクトからワンチャンス、ふりかけを選択します。インジケーターを動かすとパーティクルが画面の中心から発生しています。それではエフェクトコントロールでパーティクルを編集していきます。ふりかけのパラメーターは英語表記のみの表示です。まずはエミッターの設定をしていきます。エミッターとはパーティクルの発生源のことです。初期状態でエミットパーセカンドが100になっています。ここでは1秒あたりに放出されるパーティクル数を設定します。1000と入力してみましょう。粒が増えました。続いてエミッタータイプでエミッターの形状を設定できます。ポイント、ボックス、スフィア、レイヤー、ライト、グリッド、レイヤーグリッドから選択できます。デフォルトのポイントは点から粒子が放出されます。ポイントではポジションの項目でエミッターの位置を動かせます。ここにキーフレームを設定してみましょう。このようにレイヤーの位置のパラメーターと同じようにエミッターにアニメーションをつけることができます。元に戻します。エミッタータイプの中でボックスとスフィアについては位置だけでなくサイズを指定できます。これらはポイントとは違い広い範囲からパーティクルを放出することができます。ボックスを選択してサイズをこのフル HD のコンポジションのサイズに設定してみましょう。サイズ X に1920、サイズ Y に1080、サイズ Z に0と入力します。これで画面いっぱいの大きさのエミッターを作成できました。ローテーションではエミッターを回転することができます。回転してみるとエミッターが画面サイズの平面になっているのがよくわかります。次のディレクションでパーティクルの放出方向を設定します。デフォルトのユニフォームは全方位に均一に放出する設定です。設定できる放出方向を比較してみましょう。ディレクショナルは一方向に粒子を放出します。バイディレクショナルは後ろ方向にも粒子を放出します。ディスクは平面に沿って放射状に粒子を放出します。アウトワーズは全方位に外側へ向けて粒子を放出します。ターゲットは指定した目標点に向かって粒子を放出させることができます。ではディレクショナルに変更してみましょう。ディレクショナルは一方向に放出します。粒子のスピードの設定であるベロシティを3000に変更します。ふりかけはカメラを使用することもできるのでここにカメラを作成します。視点を2画面にします。左がアクティブカメラ、右がカスタムビューになっています。このようにディレクショナルに変更した場合はデフォルトで画面手前に放出する設定になっています。粒子が広がりを持って放出されています。ディレクションスプレッドの数値を下げると方向性にばらつきが少なくなります。逆に値を上げると広い範囲に拡散します。
その下のベロシティランダムは粒子のスピードのランダム値です。ここではパーティクルの速度が分かりやすいように粒子を大きくします。ベロシティランダムを 100% に変更します。粒子の速度がランダムになっているのが分かります。それぞれのランダム値にして比較してみましょう。初期値の 0% では全ての粒子の速度が一定になっているのが分かります。数値が大きいほど速度の個体差が大きくなっていきます。100% になるとエミッター付近にほとんどスピードのない粒子が混じっているのが分かります。このランダム値は適正な数値を入力し慎重に指定する必要があります。ふりかけではローテーションのパラメーターが2つあります。先ほど触ったこのローテーションのパラメーターは純粋なエミッターの回転です。ふりかけではその下にディレクションローテーションというパラメーターがあります。ディレクションローテーションではパーティクルの放出方向のみを回転させます。こちらは両方のパラメーターのイメージの比較です。赤い平面はエミッターの形状を表しています。ディレクションローテーションは放出方向の回転なのでエミッターの形状には影響を与えていないのが分かります。ではエミッターをボックスからレイヤーに変更します。レイヤーに変更した場合エミッターレイヤーでエミッターに使用するレイヤーを指定する必要があります。ではエミッターを作成してみましょう。新規コンポジションを作成し名前をエミットという名前にしておきます。今回はここに五角形のシェイプレイヤーを作成します。塗りを削除して線を50に設定します。この五角形の境界線をエミッターとして使用してみます。先ほどのふりかけのコンポジションに移動して今作成したコンポジションを配置します。エミッターのコンポジションの 3D スイッチを入れます。それではふりかけのパラメーターのエミッターレイヤーでこのコンポジションを指定してあげます。すると狙い通り五角形の枠から粒子が放出できました。このようにエミッターは自由に指定できます。さらに例えば五角形にマスクパスを作成したとします。エミッターレイヤーのソースをエフェクト&マスクにすればマスクやエフェクト情報も有効にした上でエミッターの範囲を指定できます。こちらの炎はふりかけで作成したものです。この炎もエミッターには六角形の枠を指定しています。このようにロゴの一部分だけをエミッターに指定して粒子を発生させています。次はエミッタータイプをライトに変更してみましょう。エミッターを非表示にしてここにスポットライトを作成します。このライトから粒子を放出させてみましょう。ライトネーミングのチューズネームをクリックします。デフォルトではエミッターになっています。ライトネームをコピーします。ライト名にペーストしましょう。ライトをエミッターとして認識してくれました。ライトネーミングは任意の名前に編集可能です。エミッターをライトにすることでライトのプロパティを利用できます。トランスフォームの位置や回転などを使用できます。ライトオプションのスポットライトの角度を30度に変更します。ライトの位置を使用できるということは位置のモーションパスによる制御が使用できます。位置にキーフレームを打ってモーションパスを編集してみましょう。このようにペンツールでモーションパスを編集すればエミッターに複雑なアニメーションをつけられます。次にポジションサブフレームという項目の説明をします。このパラメーターはエミッターの位置をどのように取得するかを設定します。パーティクルのサイズを5にします。ベロシティを0にします。パーティクルの数を1万にします。ライフを10秒に変更します。先ほどのライトに打ったキーフレームを削除します。ライトのトランスフォームをリセットします。ではイラストレーターで作成した角張った螺旋のパスをコピーします。そしてライトの位置にペーストしましょう。キーフレームの尺を縮めてエミッターをかなり速く動かします。準備ができました。ポジションサブフレームを触っていきます。このようにエミッターを素早く動かした時にどのように位置情報を取得するかを設定します。リニアからリニア売点に変更します。螺旋が滑らかになりました。イグザクトに変更します。さらに滑らかになりモーションパスを正確に再現しています。こちらは比較画像です。リニアはフレーム単位でエミッター位置を算出し線形補完で位置を求めます。リニア売点はフレームを10等分しその位置を補完して算出します。リニアより滑らかになります。
イグザクトはパーティクルごとに放出位置を算出します。最も正確ですが処理負荷が高くなります。次にベロシティアドフロムモーションを説明します。このパラメーターはエミッターの移動を放出した粒子にどの程度影響させるかです。位置のキーフレームを削除します。もう一度イラストレーターに行きます。イラレで作成した S 字のパスをコピーします。ライトの位置にペーストします。これで S 字に動くエミッターのアニメーションが作成できました。ベロシティアドフロムモーションはこのエミッターの動きが放出する粒子にどのくらい影響するかを設定します。25% と入力します。再生します。エミッターの S 字のアニメーションにより外側にパーティクルが振られているのが分かります。こちらはベロシティアドフロムモーションの数値を変更した時の比較です。 0% の場合エミッターの動きによる影響はなくパーティクルはエミッターの正しい軌跡を描きます。25% に設定するとアニメーションのカーブが大きい箇所で外側方向に力が加えられています。さらに数値を上げていくとモーションパスから大きく外れていきます。多少はエミッターの動きがパーティクルに影響を与えた方が自然かもしれません。次はエミッタータイプをグリッドに変更します。グリッドは規則正しく並んだポイントから粒子を放出することができます。先ほど使ったライトは削除しておきます。今サイズが X が 1920、Y が1080になっているのでグリッドの大きさは画面サイズになっています。グリッドのパラメーターを展開します。グリッドのポイントの数をパラメーターのカウントで調整できます。カウントの X を240、Y を68にします。1920×1080 の範囲の中に横に240個、縦に68個の粒子が並んでいます。タイプから2種類のグリッドタイプを選択できます。セームタイムはグリッドから同時に粒を放出します。シーケンスはグリッド上の位置から順番にパーティクルを放出します。次のポジションジッターは放出されるグリッド上の位置にばらつきを加えます。カメラをもっと粒子に近づけましょう。ポジションジッターの値を 0% から上げていきましょう。値を上げるほどランダムにずれた位置に生成されます。0% にすると再びきれいに整列します。カメラの位置を元に戻します。それでは最後のエミッタータイプのレイヤーグリッドを説明します。レイヤーグリッドはグリッドの形状を自分が好きなレイヤーに指定できます。すでに選択されていますが現在先ほどの五角形のレイヤーが選択されています。マスクは無効にしたいのでソースに切り替えます。カウント Z を10に変更してサイズ Z を1000と入力します。すると奥行き方向の1000ピクセルの間に10個の粒子を並べます。10枚の五角形のグリッドを作成できました。それでは次はランダムシードについて説明をしたいと思います。コンポジションを変えて説明をします。こちらのコンポジションはアルファベットを粒子として画面に飛ばしています。ランダムシードのパラメーターを適当にスライドします。飛んでいるアルファベットの配置の仕方がランダムに切り替わっています。ランダムシードとはパーティクルの振る舞いを決める乱数です。要するにガチャを回せるということです。このような文字を飛ばした時など文字の配置や飛び方が気に食わない時はこの数値を変えましょう。パーティクルは発生時点のランダムシードの値によって振る舞いを決定します。例えばランダムシードにエクスプレッションでタイム ×30 と入力します。1フレームごとに数値が1ずつ増えていくエクスプレッションです。あくまで発生時点に値を参照するだけなのですでに放出されたパーティクルには影響がありません。それではその下のグローバルランダムシードを触っていきましょう。適当にスライドします。先ほどのランダムシードと同じような変化が起きています。何が違うのでしょうか。こちらも同じエクスプレッションを入力して数値を変動させてみましょう。先ほどのランダムシードとは違いすでに放出されたパーティクルもランダムに切り替わっているのが分かります。比較してみましょう。ランダムシードはこれから発生するパーティクルの振る舞いを決めるものです。グローバルランダムシードは時間全体のパーティクルの振る舞いを一括して変更します。ふりかけでは2つのランダムシードがあるので混乱しないようにしましょう。これでエミッターの項目の説明が終わりました。次はパーティクルの項目です。粒子の形状や寿命、サイズ、色などの設定をする場所です。まずはパーティクルタイプで形状を指定します。形状を指定するといってもふりかけではサークル以外のテクスチャーは用意されていません。
こちらはパーティキュラーとのテクスチャーの比較画面です。ふりかけではサークル以外は自分で準備して指定する必要があります。2D テクスチャーと 3D テクスチャーの違いは粒子に 3D 回転を与えるかどうかの違いです。このアルファベットのテクスチャーを見てみましょう。このように A から Z のテキストを1フレームずつ切り替わるようなコンポジションになっています。このコンポジションをパーティクルのテクスチャーとして使用しています。このコンポジションをコピーして先ほどまで使用していたコンポジションに持っていきます。ではコンポジションをテクスチャーとして適用してみましょう。その前にエミッタータイプをポイントにします。ディレクションをユニフォームにします。パーティクルの数を500にして速度は1000にします。寿命を3秒にします。パーティクルタイプを 3D テクスチャーに変更します。サイズを大きくしてみましょう。現在ダミーのテクスチャーが表示されています。テクスチャーの項目を展開します。テクスチャーにアルファベットのコンポジションを適用します。すると表示が消えました。このタイムタイプという項目がとても重要になります。タイムタイプでテクスチャーの再生方法を設定します。アルファベットのコンポジション内のアニメーションをどのように再生するかです。今カレントタイムになっていますが、これは現在の時間のフレームをテクスチャーとして使用する設定です。なのでテクスチャーのコンポジションが切れるとパーティクルは消えてしまいます。次にカレントタイムフリーズにしてみましょう。すると発生時点のフレームを参照し静止画として固定して使用します。これもコンポジションが切れるとパーティクルは発生しなくなります。次にスタートアットバースのプレイワンスにしてみましょう。こちらは生成時にテクスチャーを一度だけ再生します。なので Z まで再生されたパーティクルは消滅します。次にスタートアットバースのループにしてみましょう。ループにするとループ再生するので消えることはなくなります。A から Z を繰り返し再生します。次にスタートアットバースのストレッチにしてみましょう。ストレッチは寿命に合わせてテクスチャーのアニメーションを引き伸ばしてくれます。現在寿命が3秒なので3秒で A から Z の26文字を再生してくれます。次にランダムスティルフレームにしてみましょう。この設定ではランダムにフレームを取得して静止画として使用します。ここまでの設定とは違い文字が切り替わっていかない設定になります。アルファベットのランダムな文字を取得して粒子を飛ばすことができます。今回の場合これが最適な設定です。その下のプレイワンスとループはテクスチャーのランダムなフレームから再生します。違いは一度だけ再生するかループ再生するかの違いです。こちらもコンポ内を再生するのでアルファベットが切り替わっていってしまいます。例えばこのランダムループはどんな時に使うのでしょうか。こちらのコンポジションを見てみましょう。テクスチャーを見てみましょう。このように電球が回転しているコンポジションです。 XYZ の回転のパラメータにエクスプレッションが入力されています。回転はコンポ内でループしています。このテクスチャーを粒子として適用してランダムループを使って再生しています。ランダムのフレームからループ再生してくれるのでこのように不揃いに回転する電球を飛ばすこともできます。ふりかけの設定を見てみましょう。今回の場合あくまで回転する電球の映像を再生するので 2D テクスチャーとして適用するのがポイントです。 3D テクスチャーに切り替えるとペラペラなのがバレてしまいます。さらにここに電気のついた電球のテクスチャーも用意しました。このテクスチャーも追加して適用してみましょう。テクスチャーのカウントを2に変更します。すると2つ目のテクスチャーを適用できるようになります。2つ目のテクスチャーの欄に電気のついた電球のレイヤーを指定します。再生します。電気がついた電球と消えた電球が混じっているのが分かります。これで2つのテクスチャーを使うことができました。ふりかけでは最大で8つのテクスチャーを使用することができます。次のユーズエイジを切り替えてみましょう。ここでテクスチャーの使用方法を指定できます。こちらの裏表のある10円玉のテクスチャーで説明していきたいと思います。シングルは通常のテクスチャーを使用します。シングル with ノーマルは通常のテクスチャーと放線マップのテクスチャーを使用できます。放線マップを適用することで光の当たり方に応じて陰影をつけて描画できます。このように実際の形状を変えることなく立体感や凹凸を表現できます。
次のフロントバックペアは表と裏で異なる2枚のテクスチャーを使用できます。4つ目のペア with ノーマルは表と裏で2枚のテクスチャーを使い、両面それぞれの放線マップをセットで使用します。このペア with ノーマルを実際に使用して説明していきます。ではコンポジションを移動します。こちらのコンポジションで説明していきます。テクスチャーはあらかじめ用意しました。こちらが10円玉の表のテクスチャー、そしてこちらが表の放線マップです。こちらが10円玉の裏のテクスチャー、そしてこちらが裏の放線マップです。ではテクスチャーを割り当てていきます。テクスチャーの項目を展開します。計4つのコンポジションを指定したいのでカウントを4に変更します。ユーズエイジをペア with ノーマルに変更します。フロントディフューズに表のテクスチャーを選択、フロントノーマルに表の放線マップを選択、バックディフューズに裏のテクスチャーを選択、バックノーマルに裏の放線マップを選択します。放線マップを使用するときはライティングの項目でシェーディングを有効にしてください。ライトを新規で作成します。ライトの種類をポイントに変更して強度を 200% にします。ライトをパーティクルに近づけます。放線マップを適用しているのでリアルな陰影がついている状態です。ローテーションの項目を展開します。ローテーションランダムを適当にスライドします。ローテーションランダムはパーティクルを XYZ 軸でランダムに回転させることができます。10円玉を見るとしっかり裏表のテクスチャーが適用されているのが分かります。コンポジションパネルを2画面にします。カスタムビューの視点を調整します。ではパーティクルの設定の続きをしていきます。ライフはパーティクルの寿命です。現在10秒になっているのでパーティクルは生成されて10秒で消滅します。5秒に変更します。ライフランダムはパーティクルの寿命にランダムなばらつきを加えます。サイズはパーティクルの大きさです。サイズランダムはパーティクルの大きさにばらつきを加えます。サイズオーバーライフは寿命の間のサイズの変化をグラフで設定します。このような右肩下がりのグラフを描けば時間が経つにつれサイズは小さくなります。逆に右肩上がりのグラフではだんだんとパーティクルを大きくすることができます。ギザギザのグラフを作れば点滅するような表現になります。グラフをリセットします。オリエントフロムモーションはパーティクルの進行方向に向きを合わせるかどうかを設定します。こちらの矢印のパーティクルのコンポジションで説明していきます。矢印に重力を与えたいのでグラビティに250と入力します。再生します。重力によって矢印が下に落ちていっているのが分かります。オリエントフロムモーションをオンにしてみましょう。矢印が進行方向を向くようになりました。アップベクターは向きの基準となる方向を設定します。分かりやすいようにコンポジションパネルを4画面にします。上からの視点、横からの視点、前からの視点を表示しました。今、前からの視点から見て矢印が正面になるような向きになっています。アップベクターを X から Z に変更します。すると上からの視点から見て矢印が正面になるような向きになりました。このようにアップベクターは向きを制御するために使用します。では元の10円玉のコンポジションに戻ります。引き続きパラメーターの説明をしていきます。ローテーションで XYZ 軸でパーティクルに回転を加えることができます。ローテーションスピードではパーティクルの XYZ 軸それぞれの回転速度を設定します。例えば Z に360度と入力すれば Z 軸で1秒間に1回転のアニメーションをします。キーフレームなしでパーティクルが回転しながら飛ぶようになります。オパシティはパーティクルの不透明度です。オパシティランダムは不透明度にランダムなばらつきを加えます。オパシティオーバーライフは寿命の間の不透明度の変化をグラフで設定します。サイズオーバーライフの時と同じようにこちらも描くグラフによりいろいろな表現が可能になります。グラフをギザギザにした場合は点滅の表現になります。グラフをリセットします。次はカラータイプについてです。まずソリッドは指定した単色で色を塗ります。ではカラーを赤に指定します。その下のカラーランダムの数値を上げていくとカラーにランダム性を加えます。レインボーカラーになりました。次のオーバーライフはパーティクルの寿命に応じてカラーを変化させます。
設定はカラーオーバーライフのパラメーターでグラデーションを指定します。ここでは赤から青に設定します。このように時間の経過で塗りの色を変化させることができます。ランダムフロムオーバーライフではグラデーションからランダムにカラーを選択します。こちらは色が変化していくわけではなくランダムな色を選びます。フロムソースはエミッターのカラーを使用します。エミッタータイプをレイヤーに変更します。試しにこちらのカラフルな五角形をエミッターに指定してみましょう。エミッターレイヤーで五角形のコンポジションを選択します。少しパーティクルの数が少なくて分かりにくかったので、こちらの画面で補足します。このように発生位置のエミッターの色がパーティクルのカラーに反映されます。そしてこちらがカラータイプをソースカラーにしてエミッタータイプをライトにした場合です。この場合はライトの色がパーティクルのカラーに反映されるようになります。エミッターをポイントに戻します。カラーについても初期状態に戻します。では次はブレンドモードです。ブレンドモードは重なったパーティクルの色をどのように合成するかを指定します。ブレンドモードをアドに変更します。重なった10円玉同士が加算で合成されています。次はフィジックスの項目に行きましょう。ここでは重力や風などの環境を設定します。グラビティでパーティクルに作用する重力の強さを設定します。40にします。フィジックスのモードはエアーとバウンスから選べます。まずはエアーから使用していきます。エアーでは風を使用して空気中を移動するパーティクルを表現します。エアーレジスタンスで空気抵抗の強さを設定します。値を大きくするほど移動が減速し、動きが抑えられます。今は1に設定しておきます。再生します。これで重力と空気抵抗を与えられました。次はウィンドで風の設定をします。X の数値は横方向の風を吹かせます。こちらは X、Y、Z に数値を入力した時の挙動です。もちろん負の数値を入力すればマイナス方向の風を吹かせることができます。次はモードをバウンスに変更します。バウンスの項目を展開します。バウンスでは衝突のシミュレーションの挙動を設定することができます。衝突の対象レイヤーを最大2つ指定できます。1つ目の衝突対象をコンポジション内の 3D レイヤーから設定します。床を作りたいので新規で平面を作成します。フロア01という名前にします。レイヤーをふりかけの下に移動。3D スイッチを入れます。この平面を回転させて床にします。床になるように位置を下げます。この平面を1つ目の衝突対象に指定します。エミッターの位置を少し上に上げます。カメラを少し後ろに引きます。これで10円玉を平面に衝突させることができました。では例えばこの平面を小さくします。現在バウンスのモードがインフィニットプレーンになっているので無限の平面を衝突対象として使用されています。これをレイヤーサイズに変更することで平面レイヤーのサイズを衝突対象にできます。このように平面がないところでは衝突せず10円玉が落ちるようになりました。さらにレイヤーアルファにすればレイヤーのアルファ値を衝突対象として使用します。例えばこの床をプリコンポーズして平面の中央をマスクで隠します。この状態で現在のレイヤーサイズの設定ではレイヤーのサイズが衝突対象なのでバウンドしています。これをレイヤーアルファにしてみましょう。するとちゃんと透過されている部分は衝突対象でなくなっています。それではバウンスのイベントの項目で衝突した時の挙動を設定できます。平面をプリコンポーズする前に戻ります。バウンスのイベントの項目を触っていきましょう。まずスライドに変更してみましょう。スライドに設定すると衝突時に跳ね返らず接触面を滑って移動します。スティックに変更してみましょう。スティックに設定すると衝突箇所に固定され衝突対象に付着します。そしてキルに変更してみましょう。キルに設定すると衝突時に即座に消滅するようになります。
再びバウンスに戻します。バウンスレシオで衝突時の反発係数を設定します。0% にすると跳ね返りがなくなります。バウンスレシオランダムは衝突時の反発係数にランダムなばらつきを加えます。スライドレシオは逆に水平方向にどれだけ飛ぶか調整できます。0% にすると水平方向の力がなくなり、垂直の力だけになります。次はデフォームの項目を見ていきましょう。プロジェクトパネルに移動します。新規コンポジションを作成します。適当な名前を付けます。平面を作成します。平面にふりかけを適用します。カメラを作成します。分かりやすいように2画面にしておきます。エミッターのディレクションをディレクショナルにして、ベロシティを500にします。パーティクルのサイズを10にします。ではデフォームの項目を触っていきます。まずアディショナルモーションではパーティクルにモーションを加えることができます。分かりやすいようにディレクションスプレッドを 0% にします。ソースモーションをモーションポジションに設定します。このモーションポジションの座標でパーティクルに動きをつけられます。例えばいられからこの螺旋のパスをコピーしてモーションポジションに貼り付けます。再生します。パーティクルに螺旋のアニメーションが付けられました。モーションサンプルサブフレームはチェックを入れるとモーションを滑らかにします。エミッターのポジションで説明したポジションサブフレームと同じ役割です。チェックを入れるとリニア売点と同じサンプリング方法を取るので滑らかになります。元に戻します。ライトのアニメーションを使用することもできます。ソースモーションをライトに変更します。ポイントライトを作成します。いられの螺旋のパスをコピーします。そしてポイントライトの位置にペーストします。モーションライトネーミングのチューズネームをクリックします。デフォルトでモーションになっているのでこれをコピーしてライト名をモーションに変更します。再生します。ライトにつけたアニメーションがパーティクルのアニメーションに反映されました。ソースモーションをノンにします。次はデフォームのタービュレントノイズです。パーティクルに乱気流ノイズによる揺らぎ効果を与えるパラメーターです。この項目はとても重要で炎などの流体を作成するときに頻繁に使います。まずディレクションスプレッドを 10% にして自然な放射角度にします。ではアフェクトポジションに100と入力します。これで乱気流ノイズを使ってパーティクルの位置に影響を与えることができます。少し分かりにくいのでノイズのスケールを100にします。再生します。乱気流ノイズがパーティクルの位置に影響を与えているのが分かります。アフェクトサイズに30と入力してみましょう。これで乱気流ノイズがパーティクルのサイズに影響を与えているのが分かります。このような見えない乱気流のノイズマップがあると想像してください。このノイズの偏りによって位置やサイズに偏りが生まれます。ではこのノイズの存在が分かりやすいようにこのふりかけを複製して編集していきます。ふりかけをリセットします。ライトを削除します。エミッタータイプをグリッドにします。グリッドのサイズを X が 1920、Y が 1080、Z を0にします。ベロシティは0にします。グリッドのカウントの X を240、Y を68にします。パーティクルのライフを10にします。このグリッドに乱気流を加えていきましょう。タービュレントノイズのアフェクトポジションに100と入力します。再生します。グリッドが旗のように揺らめいています。乱気流のノイズが大きすぎるのでスケールを1000から100に変更します。再生します。先ほどやったことと同じです。グリッドにすると乱気流のノイズマップが視覚的によくわかります。ここにアフェクトサイズも30にします。再生します。この乱気流による揺らぎは見えないノイズの偏りによって位置やサイズに影響しています。アフェクトサイズは一旦0に戻します。フェードインタイムは乱気流の効果がかかるまでの時間を秒単位で設定します。現在の設定だと 0.5 秒で乱気流の効果がかかっています。スムーズはフェードインタイムのフェード開始と終了時の変化にイーズをかけます。コンプレクシティはノイズの複雑度です。ノイズのディティールをどれだけ出すかです。数値を下げるとノイズが単純化して
数値を上げるとノイズが複雑になります。フラクタルノイズにある複雑度と同じ扱いです。オクターブマルチプライヤーとは、コンプレクシティで追加される微細なノイズをどの程度の強さで合成するかを倍率で設定します。なのでコンプレクシティを1にしているときは動作しません。オクターブスケールはコンプレクシティで追加される微細なノイズのスケールを設定します。次のエボリューションスピードは乱気流ノイズの時間変化の速度を設定します。0にすると粒子は動かなくなります。エボリューションオフセットは乱気流ノイズの時間変化に対するオフセットを設定します。その下の XYZ のオフセットはノイズマップを各方向に移動させることができます。オフセットはノイズマップを各方向にずらすことでパーティクルに影響を与えます。エボリューションスピードは0にして停止させ、このオフセットでアニメーションを制御することもできます。最後に Move with Wind はノイズマップの位置を風の効果に合わせて移動するかを設定します。Wind Y に-10、つまり上方向に風を吹かせます。Move with Wind がデフォルトの 100% だとノイズマップは風の動きに完全に追従します。これを 0% にするとノイズマップへの風による影響がなくなります。次はデフォームのオービットです。オービットはパーティクルに対して周回軌道の動きを加えるパラメーターです。乱気流の影響と風をリセットします。アンプリチュードは動きの大きさ、フリークエンシーは動きの速さです。アンプリチュードを50にします。分かりにくいのでグリッドのカウントを10分の1にします。サイズを50にします。再生します。ランダムに周回しているのが分かります。フェードインタイムは周回軌道の効果が 100% に達するまでの時間を秒単位で設定します。次はデフォームのスフィリカルです。オービットを0にしてグリッドのカウントを元に戻します。サイズを5に戻します。スフィリカルはパーティクルを球状に引き寄せたり押し出したりして変形させるパラメーターです。ストレングスは変形効果の強さを設定します。変化はありません。レーディアスで球の大きさを大きくします。ポジションでこの球の位置を動かすことができます。フェザーは中心からの距離による効果の減衰を設定します。値を大きくすると球の中心から離れたパーティクルほど効果が緩やかに減少します。次はチャイルドパーティクルシステムです。親パーティクルから子パーティクルを生成するモードを設定します。上のレイヤーを非表示にして下のレイヤーを使っていきます。タービュレントノイズ関係の数値をリセットします。チャイルドパーティクルシステムを使っていきます。モードをコンティニュアスリーにします。継続的に子供のパーティクルを放出する設定です。親パーティクルから小さいパーティクルが出ているのが分かります。この項目では子供のパーティクルの設定ができます。寿命やサイズなどほぼ親パーティクルと同じ項目が多いので説明は割愛します。子供のベロシティを0にすると親から放出されたその場で停止するので親のパーティクルの軌跡を描くことができます。子供のパーティクルの数を100に増やします。サイズを親と同じ10にします。サイズオーバーライフを右肩下がりのグラフにします。再生します。このような放射線を作成できました。子供用のフィジックスとデフォームのパラメーターもあります。タービュレントノイズポジションを30にします。タービュレントノイズサイズを10にします。オービットを30にします。不透明度を1に変更します。パーティクルの数を1000に変更します。再生します。子供のパーティクルを使用することでより複雑な表現が可能になります。ではもう一つのモードであるアットバウンスイベントを使ってみましょう。これはフィジックスのモードがバウンスの時に親パーティクルが衝突した際に子供を生成します。10円玉のコンポジションに戻りましょう。この10円玉から子供のパーティクルを発生させてみましょう。ではチャイルドパーティクルシステムのモードをアットバウンスイベントにします。子供のパーティクルタイプが親と同じ設定になっているのでサークルに変更します。サイズを1にしてカラーランダムを 100% にします。ライフを1にしてサイズオーバーライフを右肩下がりにします。衝突時の発生個数を4に変更します。再生します。10円玉が床に衝突したタイミングで子供のパーティクルが発生しています。では次はライティングの項目を見ていきましょう。
先ほどのコンポジションに戻ります。ライティングの項目を展開します。ライティングのシェーディングをオンにします。これでライトが有効になりました。ライトがないので新規でライトを作成します。ライトによりパーティクルが表示されるようになりました。ライトを原点に移動します。平行ライトを斜め上からパーティクルに当たるようにします。シャドウでパーティクルの粒に影を落とすことができます。マルチプライにします。シャドウライトネーミングのチューズネームをクリックします。デフォルトでシャドウになっています。これをコピーします。ではライトの名前をシャドウに変更します。これでこのライトがシャドウライトとして機能し、粒子に影が落ちたのが分かります。この影の調整をこちらのパラメーターでしていきます。まずシャドウオパシティで影の濃さを設定します。20% から 100% にします。子供のパーティクルの不透明度を 1% から 100% に変更します。カメラをもっとパーティクルに近づけます。粒子一つ一つに影が落ちているのが分かります。影の調整をしていきましょう。シャドウブラーサイズは影のぼかしのサイズです。レイヤースタイルのドロップシャドウでいうところのサイズにあたるものです。そしてシャドウサイズスケールが影の大きさです。レイヤースタイルのドロップシャドウでいうところのスプレッドに近いです。そしてシャドウディスタンスは影を元のパーティクルからどれだけずらすかを設定します。レイヤースタイルのドロップシャドウでいうところの距離です。影の色も変更できます。ではシャドウオパシティを20に変更します。マルチプライだと重なった影はどんどん濃くなっていきます。これをフラットに変更すると影が重なってもオパシティの濃さ以上にはなりません。マルチプライに戻しておきます。カメラを再び引きます。ブラーサイズを40、シャドウサイズスケールを 10%、ディスタンスを1に変更します。オパシティは 3% にします。親パーティクルのカラーランダムを 100% にします。子供パーティクルのカラーを親に従う設定にします。ライトの強さを 200% にします。再生します。このように影を落とすことで粒子に立体感を与えることができます。では次のビジビリティの項目を見ていきましょう。子供のタービュレントとオービットのノイズを削除します。親のカラーランダムを 0% にしてカラータイプをオーバーライフにします。カラーオーバーライフでグラデーションを設定していきます。パーティクルの色の変化をグラデーションで設定します。青から黄色、赤に変化していくようにします。ではビジビリティを触っていきます。ファーバニッシュとはパーティクルの描画を行うカメラからの最大距離を設定します。これより遠いパーティクルは描画されなくなります。今カメラのエミッターからの距離は約2700ピクセル。例えば2000と入力するとエミッター付近の青いパーティクルは描画されなくなります。ニアバニッシュはカメラから近い部分です。1700と入力するとカメラから1700ピクセル離れた部分から表示されるようになります。カメラに近い位置の赤い範囲のパーティクルが描画されなくなりました。今の状態はカメラからの距離が1700から2000ピクセルの範囲の黄色いパーティクルだけを描画しています。各フェードの数値はフェードし始めるカメラからの距離を設定します。ファースタートフェードに1900、ニアスタートフェードに1800と入力します。これで2000から1900地点までだんだんと表示され、1800から1700地点までだんだんと消えていくようなイメージになります。ニアファーカーブではフェードのパラメーターの減衰具合を変更できます。リニアは距離に比例して一定にフェードしていくイメージ。スムーズは開始と終了が滑らかなカーブでフェードします。初期値に戻しておきます。フォグは霧の効果を適用するパラメーターです。カメラからの距離に応じて指定カラーの霧を表現します。イネーブルにチェックを入れます。スタートディスタンスでフォグの影響を開始するカメラからの距離を設定します。1000と入力します。エンドディスタンスでフォグの影響が最大になるカメラからの距離を設定します。エミッター付近の2000に設定します。霧の色を黒に変更します。再生します。カメラから1000から2000ピクセル地点に霧を発生させました。霧を使用してパーティクルが消えていくような表現が可能です。
では次は Z バッファレイヤーについてです。こちらは別のコンポジションを使用して説明します。このチェスのコンポジションを使用します。ここにはチェスの画像とその震度マップを用意しました。震度マップとはカメラからどれだけ離れているかを視覚化したグレースケール画像です。白部分がカメラに近い領域で、黒部分がカメラから遠い領域になっています。身近なところではこの震度マップを使用して被写界震度によるボケを作成できます。やってみましょう。調整レイヤーを作成し、ここにブラーカメラレンズを適用します。ブラーマップに先ほどの震度マップのレイヤーを指定します。手前のコマがボケました。ブラーマップを反転にチェックを入れます。ブラーの半径を10にします。奥のコマをぼかすことができました。先ほどの震度マップの情報を参照してリアルな被写界震度をつけることができました。一旦この調整レイヤーはオフにします。話がそれましたが、ビジビリティではこの震度マップを利用してパーティクルの表示範囲を指定することができます。ふりかけでこのような横向きに放射するパーティクルを用意しました。ふりかけやパーティキュラーはカメラは使用できるものの、パーティクルレイヤー全体が単一の 2D レイヤーとして扱われます。なので通常では奥と手前のチェスのコマの間にパーティクルを飛ばすことはできません。それを可能にするのがこの Z バッファレイヤーです。 Z バッファレイヤーに震度マップのレイヤーを指定します。その下の Z アットブラックで震度マップの黒が表すデプス値を設定します。 Z アットブラックを560にします。 Z アットホワイトで震度マップの白が表すデプス値を設定します。 Z アットホワイトを100にします。するとこのようにチェスのコマとコマの間にパーティクルを通すことができました。次はオクルージョンレイヤーです。こちらのコンポジションを使用して説明します。オクルージョンレイヤーはコンポジション内の 3D レイヤーを遮蔽レイヤーとして設定します。ここにパーティクルとカラフルな平面があります。現在ふりかけが平面レイヤーの上に配置されているので、パーティクルが手前に表示されています。これはふりかけがあくまで 2D レイヤーとして扱われるためです。なのでふりかけのレイヤーを平面レイヤーの下に配置するとパーティクルは奥に表示されます。レイヤーの配置を元に戻します。それではオクルージョンレイヤーでこの平面を指定してあげます。すると設定した遮蔽レイヤーより背後にあるパーティクルは描画されなくなります。では最後にシステムのパラメータを見ていきましょう。再び10円玉のコンポジションで説明していきます。システムのパラメータを展開します。プリランではパーティクルのシミュレーションの開始を指定した秒数だけ早めることができます。0フレーム地点ではまだパーティクルが発生していませんが、プリランに数値を入れてみましょう。プリランを用いることで時間を進めて事前に放出した状態でシミュレーションを行うことができます。次のタイムスケールでは早送りやスローをかけることができます。通常は1で1より小さい値にするとスローになります。0.1 と入力して再生します。10倍スローがかかった状態です。大きい数値にすると早送りになります。5と入力して再生します。5倍速になりました。元に戻します。ワールドトランスフォームはパーティクル空間全体の位置や回転を調整します。カメラで10円玉にズームします。テクスチャーサンプルタイプは 2D テクスチャーや 3D テクスチャーを設定した際のテクスチャーのサンプリング方法を指定します。デフォルトのサンプルの 2x2 からアニソトロピックリニアに変えます。ジャギーが緩和されたのが分かったでしょうか。動画でどこまで伝わるか分かりませんが、こちらで比較していきましょう。フレームのレンダリング時間の目安も記載したので参考にしてください。まずニアレストネイバーは最も軽量な方式です。拡大・縮小のどちらのテクスチャーもジャギーが出ています。バイリニアでは縮小して描画される場合にジャギーが出ています。拡大して描画されている場合は滑らかになっているのが分かります。トライリニアでは縮小時でもバイリニアより滑らかな補完が行われます。アニソトロピックリニアでも滑らかになっています。下の2つの違いが 2D テクスチャーでは分からないので 3D テクスチャーで比較します。こちらが 3D テクスチャーにして傾けた時の比較です。トライリニアではテクスチャーのボケが目立ちます。アニソトロピックリニアではそのボケが緩和されているのが分かります。サンプルの 2x2 と 16x16 の比較です。サンプルは数が大きいほど高品質になりますが処理負荷も高くなります。比
較すると縮小時に特に違いが見られます。サンプルはトライリニアよりもジャギーが出やすいです。総合的に見てバランスがいいのはデフォルトのサンプルの 2x2 がいいと思います。もしジャギーが気になる場合はアニソトロピックリニアに変更するといいでしょう。次の MSAA タイプはテクスチャーの境界に発生するジャギーを軽減するために使います。アンチエイリアスの設定で数字が大きいほど高品質になります。比較してみましょう。境界に発生しているジャギーが数値を大きくすると緩和しているのが分かります。その下のコンポジットオリジナルはレイヤーの元画像との合成方法を設定します。今回の場合だと平面との合成結果です。例えば平面の色を赤色に変更します。加算にすると平面の赤が出てきます。次のアルファリミットスレッショルドは描画処理の省略を行うための設定です。コンポジションを変えて説明します。こちらにチェッカーボードの平面のパーティクルがあります。パーティクルの不透明度を 51% にします。パーティクルを透明にすることで奥のパーティクルの描画を必要とし負荷がかかります。アルファ表示にしてみましょう。デフォルトではアルファリミットスレッショルドが 99% になっています。なのでほぼ不透明になるまで奥のパーティクルを描画してくれます。これを 50% にすると重なり合って不透明度 50% に到達した時点でそれより奥のパーティクルの描画を省略します。それでは10円玉のコンポジションに行きます。カメラを引きます。次は被写界深度の設定です。デフォルトではカメラの設定になっています。これはアクティブカメラの被写界深度の設定に従います。カメラの被写界深度をオンにします。カメラのパラメーターでボケ具合を調整できます。これでピンボケが作成できました。ふりかけのパラメーターで被写界深度を強制的にオフにすることもできます。パーティクルの被写界深度だけがオフになりました。元に戻します。マックスブラーサイズで被写界深度によるブラーの最大サイズを設定できます。5に変更します。極端に大きなブラーで処理され処理負荷が大きくなるのを防ぎます。次はモーションブラーです。被写界深度は一旦オフにします。モーションブラーもデフォルトではコンポジションの設定に従うようになっています。レイヤーのモーションブラースイッチをオンにします。10円玉がブレたのが分かります。被写界深度と同じようにここでモーションブラーを強制的にオフにすることもできます。コンポセッティングではなくオンに設定すればこのパラメーターでブラーの調整をすることもできます。いかがだったでしょうか。今回はふりかけのパラメーターを上から順番に触っていきました。突如現れた機体の新星であるふりかけ、今業界で非常に話題になっているプラグインです。間違いなくパーティキュラーを強く意識して作られています。その点が使いやすさにつながっていて違和感なく使用できるのが嬉しいです。そしてとにかく動作が軽いです。これは一度皆さんに体感してほしいです。今までパーティキュラーについてこんなに動作の重いプラグインを使用していたんだと再認識させられました。今回のふりかけの登場は今後パーティキュラーにも確実に影響を与えると思っています。個人的にはこれからのパーティキュラーの改良にも期待しています。そういう意味でもこのプラグインの登場は AE クリエイターにとって嬉しいニュースかもしれません。今後の両プラグインに注目していきたいと思います。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。